スリーポインテッドスターがパーってめちゃくちゃ筋肉質じゃないですか。この広さ、なんか世代あるんですかねこれ。はい。はい、皆さんこんにちは。自動車ジャーナリストの今井ゆうきです。今日ご紹介するのはこちら、メルセデス・ベンツの GLE450D フォーマティックスポーツです。こちら2023年の9月に発売されたモデルになりますけれども、今回改めての試乗ということでレビューをお届けしていきたいと思います。改めてですね、この動画では GLE 実は63とあとその前のモデルしかご紹介してなかったかなっていう感じなので、改めて内外装と使い勝手からおさらいしていきたいと思います。皆さんどうぞ最後までご覧ください。チャンネル登録と高評価で応援してください。自分で施工でこの効果、シラザン50。さあ、それではこちらフロントフェイスからご紹介していきたいと思います。2023年の9月発売ということでですね、もう見慣れた顔ではあるんですけれども、改めておさらいしていきましょう。メルセデス・ベンツモデルはやはり上品な感じの印象になっています。まず一つ前のモデルに比べまして、こちらライトのデザインが変わっています。この世代のメルセデス・ベンツはこの先にですね、またね新しいモデルがどんどん追加されていて、どんどんユニットが細くなったりもしてますけれども、この縦長のちょっと丸っこい瞳っていうのが特徴的かなと思いますね。E クラスもねこの先に進化してますので、 GLE も間もなくという感じはするんですけれども、この瞳はねモノ世代でものすごくかっこいいので、ちょっと中見ていきましょうか。実はですね、ユニットとして非常に複雑です。ここにねマルチビーム LED って出てますけれども、新型 E とかだとこの楕円の表情が3つ横に並んだりしてますけれども、この世代はですね目頭の方にこの楕円が4つあるというような感じで、大きな瞳が3つあると。それでは光らせてみたいと思います。はい、ライトオンにしました。ハイビーム、右、左、ハザードです。はい、こんな感じです。非常にはっきりと光りますし、やはりですねそのサイドの高さっていう意味では、このライトの内部構造の美しさと相まってメルセデス・ベンツらしさをすごく感じます。さあ、そしてメルセデス・ベンツの GLE といえばこれですよ。スリーポインテッドスターがパーって散りばめられているっていうのも、この世代からねちょっと表情が変わった部分でもあります。大きなスリーポインテッドスターから左右に伸びるこの1本のフィンは、メルセデス・ベンツの SUV のキャラクターを表す一つのアイコンではありますけれども、その奥にですねスリーポインテッドスターたくさん入ってます。さて、このフィン自体もですね2色のクロームに彩られているのが印象的です。中がツヤ、外の縁が艶消しマットになってるんですね。なので全体的に見てものすごく質感も高いですし、また存在感もあり奥行きもあるといったようなデザインになっています。実はですね2024年メルセデスの SUV 販売は過去最高で半分を超えたんだそうです。その一つの大きな要因は GLC の成功なんですけれども、 GLE もその上のモデルとして人気非常にありますよね。で、この辺がやっぱりねGLE 上のクラスの車の質感っていうのを感じさせるんですが、顔も大きいし、この顎の下のところも大きいし、ギラギラしてるしで非常に存在感があります。スポーツの名の通り、この辺の空力のあしらいも非常に印象的です。結構大きなですねフィン形状が入っていて、しっかりと空気を中に通してタイヤハウスの方に流すといったようなエアロパーツ形状があります。なのでここもですね顔を横広にというかね、ローにワイドに見せているところかなとも思います。もう私もですねこのメルセデス・ベンツの直録ディーゼルを愛していると言ってもですね過言ではないんですけれども、本当にこのボンネットの中に期待を裏切らないパワートレインが入っているっていう、そう思うだけでちょっとドキドキしちゃうんですけど、開けてみましょうか、せっかくなので。うわ、もうご飯食べれるこれで。うわー、大きい、綺麗。ここに6シリンダーの文字が入ってるんですよね。やっぱメルセデスにとってもこの直録っていうのは特別なエンジンなんですよね。この文字にもプライドを感じますし、ぎっしりとね入った感じがまた本当にもう激萌えです。ちなみにこのボンネットのエンブレムもこの世代から新デザインになってます。さあ、それではサイドビューです。
すっごい背が高いですよね。やはりですね GLE ミドルクラスとして存在感を示す車です。ボディサイズのたっぷりさと合わせて運動性能の高さも伺わせます。で少しやっぱアクティブな表情がたくさんついてるんですよね。今日ちょっとね天気が曇ってきてしまったのでよりこのボディカラーが綺麗に見えると思いますが、めちゃくちゃ筋肉質じゃないですか。私このサイドビューの陰影コントラストがすごく好きなんですけれども、このフェンダーのアーチからこの肩にかけてのこうマッチョさっていうのがやっぱり GLE らしい個性かなっていうふうに思うんですよね。同時にやっぱりこの辺にこうパキッとしたラインをつけることで若々しさっていうのも出していて、すごくアクティブな印象を与える車だなって改めて思いました。さあちなみにですねこの GLE にはクーペもあるんですけれども、今回お借りしたのは SUV タイプということで、しっかりとですねこのリアの D ピラーのところが張っているようなデザインになってます。もうね見るからに物入りそう、見るからに外に出かけられそうみたいな感じで、クーペとは違う魅力がまたあります。ウィンドウのトリミングは全てクロームになっていてシルバーなんですけれども、ここにドアハンドルもシルバー、そしてステップもシルバー、そしてですねルーフレールもシルバーということで、シルバーを効果的にですね全部その色のねトーンが違ったりするんですけれども、これを効果的に配することによって締め色のような効果にもなっているので、このボディカラーともまたよく合います。このリアクォーターのデザインとかもすごく面白いですよね。1個ここに黒いパネルを入れることで、これねガラスになっているんですけれども、ガラスとそれからピラーをこううまく組み合わせてですね一つのデザインにしている。でここがねもったりして見えないようになっているというのもスタイリッシュな部分かなと思いました。はい、実は意外なほどにこのリアのフェンダーのあたりがめちゃくちゃボリューミーなんですよ。このフェンダーのアーチのところとかSUV なのって思うぐらいしっかりと広がっていて設置感を感じさせます。さあタイヤとホイールです。こちら21インチです。新しいデザインのホイールが入っているんですけれども、こちらはですねAMG ラインが入っているのかな、 AMG のホイールが入ってますね。非常にシンプルです。これもここそうかだから2年ぐらいでトレンドが大きく変わったのかなと思わせるんですけれども、こうめちゃくちゃシンプルですよね。でかえってちょっと洗いやすそうで私タイヤ自分で手洗いするの大好きなんですけど、手洗いもしやすそうでなんかちょっと好感が持てるなと思います。でシンプルに見えて実はちゃんと2色なんですよね。外側の切削面と中にはですね薄いグレーでペイントが入っています。しかし275の45の21インチねすごい扁平ですけれども味がすごくいいので、後でねこちらレビューしていきたいと思います。はい、それではリアビューです。このね撮影機材が私 iPhone なんですけども、 iPhone で見るとあれなんかちょっと画角が収まろうと思ったら引かないといけないな、私入るかなって思うんですけど、車の背が高いので私がね横に立っても全然画角に収まっちゃうっていうですね、ちょっと極めてYouTuber 的なことを言いましたけれども、このようにですねやっぱお尻もすごく大きいです。こちら SUV タイプなのでねクーペはもうちょっとシュリンクしたヒップラインになってますけれども、しっかりと面を感じさせるような SUV タイプのリアビューになってます。はい、そしてこの世代でライトも新デザインになりました。結構ね横まで回り込む感じで大きなユニットなんですよね。ただここもですね最新デザインはもっとこの中がですねギラギラだったりとかするので、一つですねそのマルセデス・ベンツデザインの中で進化があったのかなと今のモデルにね思いを馳せる部分でもあります。さあそれでは光らせてみます。はい、もうブレーキを踏んじゃってます。右左ハザードです。最近どんどんユニットがね薄型になってきているので、やはりボリューム感がすごくありますよね。赤い部分が多いので結構ねリアに存在感というか、これが横にまでね回り込んでいるので、このライトの大きさっていうのを感じる部分でもあります。はい、そしてですねこの辺もしっかりと SUV を思わせるようなリアディフューザーの形状になってます。こうねちょっとこう巻き上げるようにディフューザーのフィンが中の方にあって、で下にですねクロームがあることによって高級感もあるというような感じですね。でテールパイプのところも穴があるように見えて、実はですねこれ中の方にあるんですね。だからこれは飾りです。さあそれではラゲッジスペースを開けていきましょう。オートです。さあ今回ですね自分の荷物もう入れてます。結構広いです。すごい広いんですけど、そりゃそうだと思うんですけど、なんとシートがもう1個あります。はい、こんな感じになってるんですけれども、でもちなみにはいこのように電動でセカンドシートを倒すことができます。こうすると脅威なんですよ最近ちょっとこれ自分の中で流行ってるんですけど、自分をこう尺度にするっていうのが
すごくないですか？この広さ、本当に車中泊できるぐらいのレベルです。162センチ、こんな感じです。一回行ってみたいですね、メルセデスでね、車中泊ね。さあ、そして注目ですよね。やっぱこれちょっと気になりますよね。ここから操作しないといけないんですけど、はい、こんな感じです。じゃん。さあ、というわけでですね、このように3列目シートが現れます。そうすると、ラゲージスペース的には、こんなもんだけど、ちゃんとトノカバーも中に収納されてますね。すごい気遣いがあります。はい、そして3列目に乗り込む際にはこのシートを肩のところをですね、ボタン引くとこのようにシートが前に上がってくれるので、この後ろに乗り込むのが結構容易だよっていう話なんですけれども、こう乗っていくじゃないですか。で乗りました。これを下ろすのも結構なスローモーなのでここはちょっと好みが分かれるかなっていうような感じです。降りる時も同じようにこの肩のところを押せばこのように勝手に上がってくれるって話も大丈夫でしたね。でこの降りる時もちょっと狭いですけれどもグイッと降りれちゃいます。個人的にはこのリクライニングシートとこの肩のエントリーシートが別のところにあるので、ちょっと操作がですね、途中まではこの肩のシートのスイッチを使って、途中からリクライニングさせるのはこっち使ってなので、結構ですねこうバタバタしちゃうかなっていうところがあります。これが一つ統一されたら、もっといいのになっていう感じはしました。さあ、それではインテリアです。重厚ですよね。 GLE なのでものすごく重厚感があります。もう黒メルセデスみたいな感じの、もうザ・メルセデスみたいな感じのインテリアになってます。このドアのユニットの中にはですね、おなじみですけれどもシートのコントロール、それからベンチレーションとヒーター、それからポジションですね、合わせがあったりとか、あとですねブルメスターのツイーターが入っていると。で中なんですけれども、本当に重厚感があるといった言葉しか出てこないぐらいの本当に堅牢な、もうドイツ車ってこういうイメージですよねを具現化したようなですね高級インテリアになっております。乗りますね。でこのステップもしっかりありますので、ここでね乗っていけるというのもSUV らしいですし、ヒップポジションが高いですので、乗り込みにギャップがあるのもまたワクワクさせるポイントかなと思います。はい、という感じのね、すごいすごい重厚っていうねインテリアになっています。ここです。はい、というわけでですね、MBUX が入っていますけれども、これはねいたちごっこというか追いかけっこみたいな状況なんですけどね、こういうインターフェース系ってもう3年経つと結構ね前の世代感がもう出ちゃうっていう時代になってきちゃいました。なんですけれども、MBUX は結構テーマがね統一されているので使いやすいかなと思います。2枚のガラスがねつながったものになっていますけれども、おそらく次の GLE からは縦型のものがここに入ってくるんだろうなっていうのを思わせます。私はこの世代のこのコマンドがあるインターフェースが本当に好きで使いやすかったので、全然嫌いじゃなくてむしろこれを狙って買ってもいいんじゃないかなとは思いますが、ここの OS が最新のソフトウェアに対応しきれなくなったらどうするんだろうなってちょっと思ってるんですけど、どうするんでしょうね。これあんまりね明確に答えてくれないんですよ。大丈夫、アップデートに対応するからって言うんですけど、いやそれって OS の限界あるよなって思ってるんですけどね。どうなんでしょうね。そういう時は新しいのに買い替えてくださいなのか、私はこの側ごとね新しく OS を組み替えれたらいいのになってちょっと思っちゃうんですよね。ともあれですね、その2023年9月時点の最新のものが入っていまして、この世代はですね外部のアプリが使えないといったようなものになっていますので、オウンドの OS の中の機能を使っていくという感じです。ただはいメルセデスとかはありますので、音声認識今ね認識しましたけれども、
音声認識型のね、ナビゲーションであるとかそういったものは文字通信で使えると。そしてこちらのメーターも結構大きいです。大きなものがあって、もう本当にこのインターフェース出てきた時びっくりしましたけどね、非常に使いやすいです。でこのステアリングがこの世代の当時、最新のものだったという感じなんですね。これ E クラスから入りました。 E クラスのマイチェンから入りましたけれども、この日本フィのものがですね、これは AMG ラインとかは今でもそうなってますけれども、新しいものになってて、この機能がですね左右だけじゃなくて上下で分かれているので非常に使いやすいよといったようなものです。でこの世代の静電式のスイッチが私すごい手の相性が良くて、すっごく使いやすいので、私はこれが大好きなんですよね。結構すごいスッスッとこう動いてくれるんですよね。なんか私の手に馴染むというか、なんか世代あるんですかねこれ。はいっていう感じですんごい使いやすいです。この世代のやつ大好きです。であと、このメーター系はこっちなんですけれども、ヘッドアップディスプレイもありまして、ヘッドアップディスプレイ今見えないかもしれないんですけれども、このピョンって上げるとヘッドアップディスプレイを、これをピョンって上げるとこれをピョンって上げると、ヘッドアップディスプレイの操作画面になるよっていう感じですね。でこれ下に下ろすとこの今見ているメーターの画面にできるよというものです。いや本当に反応速度いいわ。なんでこれのまんまにしてくれなかったんだろうな。この世代のやつ本当に大好きです。でメーターもいろいろと変えていけるので、ここもね楽しく遊んでいただける部分かなと思います。で、クライメートおなじみですね。このような独立したものになっているので非常に使いやすいです。あとエアコンのベントは他のタービンのやつじゃなくて結構四角いものが入ってて、こちらもかっちりした印象ですかね。コンサバな印象を受けます。でこの辺が木目調になっていると。この辺豪華ですよね。で非接触充電があって USB のタイプ C があって、でこれすごい、これあれついてるじゃん。冷え冷えとあったかカップホルダー。これ実はわかるかな、見えますかね。私から見ると結構見えてるんですけど、ここがね冷えててブルーになったりとか赤になったりするんですけど、それによってちょっと温めてくれたりとか冷やしてくれたりとかいう機能がついている、ドリンクホルダーになっています。もちろんオフにして普通のホルダーとして使うこともできるんですけど、ここにボタンがありますね。これもうちょっと見えるところにつければいいのにな。なんか運転席に座ってるとこれ見えないんですよね。今覗き込んで分かりましたけれども、こんな感じです。そして、先ほども言ったこのコマンドが独立しているのがこの最後の世代になるかなと思いますけれども、あとはインターフェースが統一されていくのかな、画面にっていう感じがしますね。でこれで、これがただのマウスじゃなくてただの手置きなんですけど、ここでトラックパッドみたいにくるくるって使うこともできるし、これでショートカットはあったりとかしますし、あとはナビに戻したりとか、ラジオとメディアにしたりとかいうのもこの辺のショートカットに振り分けられています。そしてオフロード系の走行はですね、この辺にボタンが揃っていて、意外とというかメルセデス・ベンツってね都会派に見えますけれども、オフロード性能も非常に素晴らしいので、そういったところのスイッチはここに統一されてますよと。でこれを押すと、バタフライ式で物入れがありますよ。で中にも USB のタイプ C がありますよといったようなものになっております。そしてリアシートです。先ほど3列目のシートを作ったのでちょっと前に来てますけれども、これを最大限後ろに下げて2列シートの SUV として使うこともできます。で後ろもこんな感じになっております。で足元もですねこんな感じでデジタルのクライメートがついてますので、後ろに乗る車としてもですね、最高級のもてなしがあるよというところはさすが GLE といった感じです。アンビエントライトもねしっかりドアパネルの中にまで入っています。もう頭上もすごく広いですし、さらに上にですね実は大きなガラスルーフがついてますので開放感っていうのを感じます。これね今3列シートを展開しているので少しシート位置を前にしてるんですけれども、それでもこの膝前空間と頭上空間がすごく広々してますよね。ただこれメルセデス・ベンツの車で私結構よく言ってるんですけど、ちょっと座面がね長いのでここだけちょっと足がプラーンってなっちゃう人もいるかもねっていうことは、若干あるかなって思います。ただ本当にシート自体もですね立体的で、セカンドシートですけれども助手席ぐらいですね快適性が高いというのがやっぱりメルセデス・ベンツのいいところかなと思います。1層目2層目トップコート、いや大満足ですね。自分でできるガラスコーティングシラザン50、ダイヤモンドプラスは3層コートです。
はい、というわけでこちらメルセデス・ベンツの GLE450D フォーマティックスポーツご紹介してまいりました。いかがだったでしょうか。大好きな直力ディーゼル搭載ということでですね、次の試乗も私非常に楽しみにしております。こちらもぜひご期待ください。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。チャンネル登録と高評価で応援してください。自動車ジャーナリストの今井ゆうきでした。バイバイ。